dirty memes. I steal your sweatshirts. You keep me laughing till we're crying and our sides hurt. Call you at midnight. I know you're still up, watching TV and spilling tea until the sun's up. You're one of a kind. 皆さんこんにちは。手帳の時間です。スマホを開くと気づけば1時間。スマホの中に溶けていく時間を少し変えたくて、小さなノートを持つようになりました。今日は私が実際に試してよかった暮らしの中で役立つ小さなノートの使い方を4つご紹介します。最初に小さなノートを開くのは何かを待っている時間です。病院や美容室、子供の習い事を待つ時間、ほんの少し時間が空くとなんとなくスマホを開いていることがあるので、スマホの代わりにミニノートを1冊待ち時間専用にしてみました。待合室に置かれている本とか何気なく手に取ったチラシ、気になった言葉や目に留まった言葉を片面だけにささっと書き留めています。同じ本を読んでも気になる場所は人によって違います。今の自分が選んだ言葉にはその日の気分や心の中で求めていたことが現れているのかもしれません。子供と一緒に待つ日は気になった言葉を書く代わりにお絵かきしりとりをすることもあります。ミニサイズなのでそのまま書き足していくことも多いですが、家に帰ったらたまに気になったページを切り離していつもの手帳に貼り付けたりもしています。人生はゆっくり美味しくなるという言葉はビールの広告で出会った言葉ですが、焦らない感じとか未来へのワクワクがあってとっても好きになりました。待ち時間って不思議な時間ですよね。何かをするには短すぎて、でも何もしないには少し長い。だからついついスマホを開いてしまう。でも開いたところで何かが残るわけじゃない。気づけば同じくらいの時間が過ぎてるのに手元には何も残っていない。そんな感覚ありませんか？ミニノートを持つようになってからは待ち時間の感覚が変わりました。ちなみにビジョンボードにもこの言葉を貼り付けています。とってもお気に入りです。2冊目は何を書いてもいい雑記帳です。買うものやどこへ書けばいいか迷うものを自由に残します。小さなノートと同じ種類の下敷きとか付箋、シールなどを一緒に揃えると自分専用のセットができたみたいで、持ち歩くこと自体が楽しくなります。ページごとのテーマや場所を決めないで自由に使う雑記帳。文字だけでもいいですが、どうしてもやることを書く場所になりやすいので、同じシリーズやノートのサイズに合う文房具を見つけて、小さな楽しみを入り口にするのもいいですよね。書くことに特に意味がなくても、何かの役に立たなくても、その時間、その一瞬、自分の心が少し満たされるならそれだけで十分です。ノートは誰かに見せるためではなく、今の自分を楽しませるためにも使えます。同じノートでも好きな付箋やシールを選んで加えると少しずつ自分のものになっていきます。例えばシールの場合、今日の気分に近いものを一つ選んだり、余白に小さな楽しみを足したり、言葉にするほどではない気分もシールなら残せることがあります。雑記帳にペタペタと何も考えずシールを貼ってみました。この時間がすごく好きです。雑記帳の一番の良さは内容を分類しなくていいことです。その日気づいたことやちょっとした不満、お弁当の計画までささっと気軽に一箇所に置けることが何よりも頭を軽くしてくれます。後でやらなくちゃと思っていることを一度付箋に書き出して頭の外へ置いておくのも便利です。トゥードゥリストは予定が完了したらそのまま捨ててしまうことも多いけど、
雑記帳にペタッと残しておけば、簡単な振り返りにも役立ちます。もし予定していたことが全部できなくても付箋ごと移動できるので、自由度が高くて使いやすいですよね。小さな雑記帳は暮らしの途中でこぼれそうになったものをそっと受け止めてくれる一冊です。さて、3冊目はシールの見本帳です。可愛くて買ったシールほど使うのがもったいなくて、大切にしまったままになることがあります。使おうと思っているうちにどんな柄を持っていたのか忘れてしまうこともよくありますよね。そこでステッカーを1枚ずつ貼って小さなコレクションを作ります。同じシリーズをまとめたり、色で分けたり、季節ごとに並べたり、難しい分類はせずに自分が見て楽しい順番で貼っていきます。見本帳なら使うことと集めることの両方ができてすっごくおすすめです。特にロールタイプのシールはロールに並んでいる順番に使うことが多くて、奥にある柄をすぐに選べないことがあります。でも見本帳に一覧を作っておけば、使いたい柄を見つけて好きなタイミングで選びやすくなります。どんな柄を使おうかなと悩む時間も、ただ眺める時間も贅沢に感じられる見本帳。スマホは次々と新しい情報を運んできますが、このノートは一度立ち止まって、すでに持っているものをゆっくり眺めるための場所です。最後に同じ種類のシールを使ってページの端に小さなインデックスを作ります。インデックスは外へ出しすぎると折れたり剥がれたりしやすいので、少しだけ見える程度に調整してみました。中に貼ったシールと同じ柄を目印にすると、文字を書かなくてもどのページに何があるのか感覚的に見つけられてすごく便利です。最後は暮らしの中の小さなひらめきを書いて動かすひらめきキャッチノートです。ひらめきと聞くと何か特別なアイデアを書くように感じるかもしれませんが、毎日の中でふと浮かぶ、こうしたら楽かもしれない、これならうまくいきそうという小さな考えも大切なひらめきです。我が家には保育園児と小学生と中学生がいるので、なるべく学校の給食と夕食が重ならないように献立を考えることがあります。もちろんスマホで献立を管理する方が早くて便利です。でもまだ決まっていない料理を仮置きしながら考える場合は、切り離せるメモを使って、この日はこっちかな、やっぱり別の日にしようかなとメモを動かしながら考える時間がとても楽しく感じられます。頭の中の考えを動かせる形に変えたくて、パズルのように組み立てていく。何でもない1週間を味わいたくて、便利さや時短から距離を置いてみる。暮らしを味わう前に次の予定や次の画面へ気持ちが進んでしまうことがあるけど、暮らしの中にいる自分にもう一度夢中になる。そんな時間をこの小さなノートが叶えてくれるかもしれません。